はい、ただいま徳之島に着きました。今レンタカー借りて、これから準備して、さあ釣りと行きたいところだけど、残念ながら雨です。ちょっと予想が昨日まで雨で朝に上がるかなと思ったらまだ降ってますね。まあとはいえ時間が一昨日まで西表島行ってて、最終便で帰ってきて、で昨日片付けと準備と、それから中1日しかね会社にいないんで、うちのあらゆる部門がわーっと打ち合わせをするというので打ち合わせをして、それで徳之島来ましたんで、絶対釣りたいから雨でも頑張りたいと思います。今回のターゲットは昨年やったら結構好評だったボーフィッシュでございます。頑張ります。ここは漁港ですね。着きました。すごい風と雨で、これ無理かなと思ったんだけど、とりあえず港で携帯見て仕事してたら今雨上がったんで、この雲の中のね雨と闇はまた晴れるって感じじゃないけど、この後ね1時半干潮で、今日大潮なんですね。だからこっちか、めちゃくちゃ引いて1時間半だろ、もしかしたら水なくなっちゃうかもしれない。なくなる前、なくなるってなったら魚出てくんで、そうかな、魚の出口あたりでちょっと待ってみる釣りをしたいかなっていうのと、出た後のねこっちの港、ここもね見た感じサンゴの残骸と白い砂地が入り混じってるんで、その白い砂地のラインとあれだと思うんだよね。でちょっとヘビやろ持ってきたんで、やってみようかなって感じで、いろいろ頑張って今日は今日で、晴れてきた、いけんじゃん、頑張ります。準備します。今回のね旅道具紹介します。なんかそういうニーズもあるんで、これスーツケースですね。薄っぺらいやつじゃなくて、ここが長いやつだと撮影のバッカに乗っけられたり上に乗っけられるんで、結構これを使うようになりました。ここがいて、でいろいろ今も出しちゃったけど、ウエストバッグとかね、その辺が入って、で、これはホテルの部屋に持ち込むだけの自分の洋服です。レーダーとライフジャケット、もうこれ15年ぐらい使ってる。多分高橋祐介が契約したところのじゃねえかな。俺の方がずっと昔から使ってんのにサワーも今回せっかくなんでオールアピアできました。この2024年発売の、まだ発売してないモデルなんですけど、ピアさんのグランデージシリーズですね。でバイスっていうチヌを釣るためのロッド、それからレガシーですね。これはアジング用メバル用いろいろあるんですけど、この辺を主軸に、でこれがジェットラン、今年のカタログは出てなかったけれどもハワイで3本、ボンフィッシュ取ったのはこの竿ですね。この辺でちょっといろいろこうかなと。ちょっと今回から大川さんのタックルボックス急遽買ってみました。針止めとかテキサスがあって、リールは4台ですね。エアリティ2500番のダブルハンドル P06200m 巻いております。これが一応今回のメインです。でこれがちょっとヘビキャロっぽくやりたいなって時のエアリティ3000番 B の 08200m。 ハワイだと08ぐらいじゃないと結構止めらんなくて切られちゃうんですけど、あんなにでかいのいないんじゃないかと思って、3、40センチじゃないかと思ってるんで06で挑みます。これは一応なんかあった時用のイグジストの3000番ですね。ベイトリールスティーズ持ってきました。でルアーはジグヘッドワームがメインになると思うんで、今回は新しく買うっていうよりは今までずっとやってきたカサゴ職人とか金丸くんとこのルーディーズのね旗食いエビ、旗を食うエビ旗に食われる、いいや、このウニケムシ、これはボーフィッシュはまだ実績ないですね。それからバグアームス、生地旗グラブ等で、ジグヘッドはいろいろ、主にこのベイチヌゲーム専用設計のねデッコイさんのチヌヘッドがハワイでも良かったんで、この辺を使います。プラグですね。プラグはブルブルでもだいぶ揃ってきたんで、シーライドミニからメタルシャルダスからアービー、スネコン、そういったものを使っていこうと思います。で前回ね編集してアップしてで改めて自分でも見たんですけど、ボンフィッシュ狙ってるっていうよりはなんでガボッツ65投げてんだよみたいな感じ自分で思ってしまったので、それが面白かったと多くの人に言っていただきましたが、今回はボンフィッシュを釣るために全力で尽くそうと思います。終わりました。11時40分ですね。ちょうど2時間前。やっぱ準備してる間にもうここから水なくなるからちょっと早めに打ちますよ。いやー気持ちいいな、水が綺麗ですね。とりあえずチンのヘッドでどう見ても払い出しだからちょっといそうよね。浅いけどね。
すごい勢いで水が出ていって右に曲がってくんで、引く前ですね、一つチャンスね。引いてる時のなんかやれる浜をね見つけたいんですよね。こんな距離感じゃダメですね。もっと遠くから行かないと。もっと砂地がいい。よし、今日歩くか。ちょっとポイント探して歩きます。明日と明後日やるべき場所に。すげえ流れだな。ここ全部水がなくなります多分。だからボーンフィッシュもそんなバカじゃないと思うんで、取り残されるようなね、ここじゃないなということで、30分ほどしかやってないんだけど、ちょっと反対側のサーフ行ってみます。多分深い方にいつでも逃げられる浅瀬なんですよ。だから今日みたいな潮回りは水がなくなるって魚も分かってるんで、まだこの時間残ってるかもしれないけど、基本出てっちゃうと思うんだよな。黒い何かがバキューンと逃げてくのだけ一回見ましたけどね。晴れてくんないと。サーフに来ました。ここもリーフ絡んでて砂浜で、まあまあいそうな雰囲気だし、そこ堤防あって、その反対側はめちゃくちゃ大きい弓状のね弓ヶ浜で、リーフがないんで外から船にもね当たるちゃんとした浜ですね。ちょっと堤防からやってみますか。あそこもすごい良さで、明日明後日は晴れ予報なんで、ハワイのようなねサーフでねサイトで釣りたいなと思ってるんですけど、今日はねこの天気ですから、とりあえず釣りができるとこですね。いや、いい感じ。多分そのリーフの先のなんかいれば、あの距離ならここに僕が立っててもプレッシャーなないで魚逃げないと思いますね。この水深なら向こうにも見えない。なんかリーフ際もいそうだからね、ちょっと丁寧に。なんか今見ちゃいけないものを見てしまいました。ナブラを見てしまった。今日はモンフィッシュです。なんだろう、なんか今追ってきてた、食わなかった20センチぐらいの何かが追ってきました。シロギスのような。シロギスあんな風には追わないからな。エソとかあんな感じで追ってくるね。なんか当たった。一回前当たりがあって、なんか岩かなと思ったら、次に止めた時までゴンってきましたね。かじられた様子はないかな。食われてないですね。何だったんだろう。昼飯は三宝チャーシュー麺です。食えるだけましたね。飯屋行く時間はないので、食ってちょっと仮眠してすぐ出ます。久々食った。うまいな。うまっ。今2時半です。干潮から1時間経ったところなんで、周りがいよいよ加速してくるタイミングですかね。このタイミングで何か一つチャンスが来るんじゃないかとは頑張っていきたいと思います。この満ちた時のこのサーフもね相当狙い目ですけど、今日やれるかな。上げ出してる。いいね。で、結構今回自分も徳之島入ってる情報、ボンフィッシュ界隈っていうんですかね、界隈っていうほどいないんですけど、やっぱ自分の動画見てくれたりして、私もやってますとか、俺も狙ってますとか、そんな人たちと情報交換っていうんですかね、そんな感じになってきたんですけど、いい感じ。全然天気も良くなってきて、うおー綺麗だね。いいね。はい、でちょっと連絡取ってるね界隈から結構ね来てる人がいるんです。やっぱ3月下旬のこの大潮で、自分が8月末去年行ったんですけど、一つはやっぱ暑すぎた。で日中暑すぎてやっぱサイリーフの中めちゃくちゃ水温高かったんですよね。だから海パンレギンスで楽しかったんですけど、あれじゃちょっときついんじゃないかと、ボーンフィッシュがね。でやっぱこういう時期、そこ外した時期っていうんで、10月ぐらいに挑んだ人たちが釣ったりして、なんかいるのはね確定してんですよ、この界隈に、この辺に。で冬はやっぱさすがに落ちちゃうんじゃないかって考える人と、冬でもいるんじゃないかとか、徳之島ですからね、日本の本州とはまた違うのでどうなんだろうねっていう中で、でも絶対この春はいいよねっていう、そんな流れで来た3月最終大潮年度末。私も先ほど一つの会社3月末決算なんで、決算書類をがっつり出す最終承認の手続き
気を取りました。そんなね慌ただしい年度末ですが、潮回り合わせて徳之島に来ました。晴れたら見えるぐらいだと思う。一段落ちたとこがすごいフラットで、いかにもボーンフィッシュがいそうな。今日は曇っちゃってるから多分見て釣るのは無理なんで、ブラインドでね投げ込んでリブヘッドを踊らせて見つけたやつが食ってくんねえかなっていう。でもフライフィッシングだとこう投げるまでがすごくルアーフィッシングに比べてね手返しが悪いから、やっぱ見て見つけたところに投げ込む釣りにねボーンフィッシュはなってったし、それでボーンフィッシュはそういう釣りっていう感じになってたと思うんだけど、ルアーフィッシングは手返しがいいんで、見つけらんなかったら見つけらんなかったで、そんなとこ投げ込んでボトムでねカニとかシャコとか虫とかそんなしかるべきアクションしてると意外と見つけてきてヒューッときてバコッと食うんですよね。それは去年ハワイで2回行って2回ともお違う、これねレアリティびっくり。そういう感じでね探せるんで、あ、やばい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 、下がったらお釣り人だ、フライマンだ。あ、知ってる人たちかな。釣り人が増えてきました。夢を持って、まあもうほんのわずかな情報、それこそおじいさんが見たことがあるみたいな、そんなところから始まって黒鯛狙いの仕掛けにかかったことがあるとか、いいですよね。なんか自分も釣りが一番楽しいのはこの試行錯誤してる時期、分かってくるとまあ面白さは半減ぐらいかな。どんなことになるか分かんない中で試行錯誤の時期が一番好きですね。ルアー開発もそうだし、こういう初めてやるに等しい。ハワイでは釣れたけど日本ではってなると、ハワイと同じ地形ではないですからね。似ているとこ来てもちょいのタイミングとか干潮時水がなくなっちゃうのかってなって、じゃあこうしようじゃあこうしようっつって組み立てていく過程がね一番楽しい。すげえな、こんなんいいんだ。イカの甲羅、また海にお帰り。あ、ボンフィッシュかも今の。こういったの見えた？映ったかな？こんぐらいでしたね。青緑色。あ、まだいる。うわ、追って。どっちだろう、早くて分かんなかった。ボラかもしれないけど、あの体型でしたよね。ボーンって2、3匹いたような気がしたな。知ってる人だ。こんにちは。奄美大島在住ですか？あ、どうも村岡です。はじめまして。どうですか？もうなんか旗がちょっと釣れただけで、でもこの寒さが良くないですか？でも水温結構暖かいですけどね。あ、これ暖かいんですよね。もう水深が3メートル、まあ目測ですけど、3メートルに近いと全然ダメです。あ、やっぱ浅いところ。岸に見たく投げてほぼ。てかシャニムに沖に投げりゃいいってもんでもないんだ。餌も多分波打ち用の餌をしてる久保さん？久保さん？マジか。びっくり。どうもご無沙汰してます。久保さんもボーンですか？まあ僕何でもいい。もう何でもいいよ。もう飲みに。俺今さ、俺坂道に車止めてて、ドア閉めるときにさ、ずるっと落ちてきて、その時は大丈夫や。分からへんからって浜まで歩いてミキって言うて投げたらボキ、そう落ちたって、落ちてんのちゃうやんけ。なんかロコなき気付けなあかんで。まさかこんな徳之島でシーケンを聞くとは。見てかけるって方が多い。そうですね。いる？越冬もしない日とかあります。完全に探しに行ってる時は逆にルアーは手返しがいいからつい投げちゃうのが逆に悪く出る時もありますよね。まあそれで釣れる時もあるけど。あとね、まあ見てるとルアーマンの人は見切りが早すぎる。あ、本当に。待ってないですよ。でもうちょっとここでじっとして待ってたら、あと10分したら魚入ってくるのにっていうのもなんかね、5分くらい投げて上げてバーっていっちゃうんですよ。弾丸してっちゃうんで、あれ弾丸のしやすさが逆に良くない。なるほど。ちょっといくつかヒントが
さあ戻ります。まさかの久保さんでしたね。久保さんは釣りビジョンで2回ぐらい共演したかな。2002年とか3年だから20年前で、右にいた人がその時釣りビジョンで AD やってたりねした人。さっきボーンフィッシュかもって言ってたのはボーンフィッシュだと思います。やっぱり話聞いて確信持ちました。ここ大本命だな。ちょっと今フラットなタイミングですね、潮位が。だからちょっと濁っちゃってて、さっきのスミスミだった時やりたかったな。でちょっとね、もうサイトやりたくなったんだけど、そんな試合じゃないというか、暗くて見えないのでドアフィッシングにして今日は終わりたいと思います。何も釣ってないからさ。さあガボツ、ボーンフィッシュが123、ボーンフィッシュがいた。ガボツをつけた途端にボーンフィッシュを見つけてしまった。気づかれなかったかな。別でいきます。痛い本当にやった。とりあえずどうなるか分かんないけど、前回8月は1回もこの光景見れなかったんで、わあもう光量ギリギリ、波のこっちの斜面で一瞬見えるぐらいですね。痛いダメだ、行っちゃったか。行っちゃった。いる。うわあこっち側だね。ここ一回全部水なくなったんだけど、やっぱこの時間入ってくんだね。これは明日の朝も期待できそう。痛い。ちょっと待って、釣らないで。あれがボーンフィッシュかどうか見極めたい。この岩の後ろに2匹見えない。ギリギリすぎてボラかな。はっきり見えてる時に逃げ方でわかるから。ボラだったらガチョンだね。まだいる。まだ2匹ぐるぐる回ってんのがボラっぽいんだけど、逃げ方でわかんないけど、ギリギリ見えたり見えなかったりで、もう相当ローライトだね。ここにいるのは魚がいる。何してんだろう。ゴミ？ヘビ？ゴミ？ゴミ？全部ボーンフィッシュに見えてくる説。どっちだったんだろう。ちょっと分かんなかった。明日の日中だね。ちょっと黙っとこう。メンバーには2メーターより深いところにはいない。でも餌釣りで20メーターとかで釣れるのっていうのも不思議だね。情報交換は楽しいですよ。パズルのねピースを交換し合うというかね、もらってばっかりでしたけど。はい、じゃあラストゲーム、ガボツ6号ですね。パープルウィニーカラーで、なんかもともと淡水をリバーシバー用に作ったカラーだったんだけど、どこでも強いっていう、何なんですかね、このクリアの紫と緑、本当に強いカラーになりました。こいつでやってみたいと思います。いやとりあえずちょっと寝不足で頭があんまり回ってなかったんだけど、うまくインしましたね。釣りモードに、ハンティングモードになりました。明日につながるいい感じの情報と、釣るための必要な確信めいたものを見つけたので、明日ここで勝負ですかね。明日は晴れるんで魚も見つけやすいはず。さあじゃあ今日は宿に戻って、ちょっと寝不足なので早く寝て、明日の朝暗いうちから午前中この界隈やってみようかなと思います。で日中ちょっと Google マップ見て面白そうなとこあったらそこも行ってみて、ここばっかり開拓してる感じなんで逃げる場所がないから。でも多分ねボーンフィッシュだったと思うんだよな。あれがボーンフィッシュだとすれば1234567匹ぐらい見てんでチャンスあるんじゃないでしょうか。しかもねこの暗い見えない時間に見えたんで、ということで初日終わります。今日のね宿です。徳島リゾートホテル&オフィスというね、綺麗ですね。でこの後ご飯食べ行きます。昼飯です。カウンターです。満席。すごいね。